極まった色と形の美の追求が一番極まったのがこのミニマルアートで、極限まで行き過ぎて最後は箱になったというのがまさに美しさだけを求めて最小限にコンテクストもないです。世界一わかりやすいアート講座ね、はい、じゃあ今回は何をテーマにお話を聞かせてもらえますか？今回はミニマルアートについて、ミニマルアート、一緒にお話をしていきましょう。これ聞きたかったやつですよね。どのあたりをミニマルと呼ぶのかみたいな。ミニマルアート、ムーブメントの名前で言うとミニマリズムっていう動きになるんですけれども、ミニマルアートの定義として、作品を最小限、最小限っていうのはミニマルですよね。ミニマルの色と形で表現するアート、しばしば幾何学的な形態を持った抽象作品であるというふうに今回定義させていただきました。いや僕ね、アーティストは分かんないんですけど、なんか、たまにありますよね。こう箱がポン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 ってこう縦軸とかで並んでるだけみたいな。答え合わせ毎回。いやいや、僕もでもそれをミニマルアートと呼ぶのかどうかがあんまり分かってないんですけど、そういうのであって。じゃあどうぞ。これだ。これ見たことあるっすよ、どっかで。ですよね。ご存知と思うんですが、まさに一番有名なミニマルアートの代表作家でドナルド・ジャットという方の作品になります。これおっしゃる通り箱状のものが壁に一列に並んでくっついていて、このブルーの今は絵でブルーのものを出してますけれども、これがイエローだったり赤だったりシルバーだったりゴールドだったり、いろんな色のものがあります。あと高さはだいたい2、3メートルぐらいですかね。結構大きな作品ですね。これ右のやつってなんか蛍光灯みたいなやつですか？そうですそうです。おっしゃる通り、ダン・フレイビンの蛍光灯の作品で、白の蛍光灯の場合もありますし、赤だったり、青だったり、色がついてる蛍光灯の場合もあります。このダン・フレイビンの作品の場合は本当にやっぱりミニマルアートって特別にそんな意味とかを持たせない場合が多いので、これも特別な内容も象徴も比喩もない実は作品で、単純なこう繰り返しのみで制作されるっていう作りになっています。極まった色と形の美の追求が一番極まったのがこのミニマルアートで、極限まで行き過ぎて最後は箱になったというのがまさにこのドナルド・ジャットの作品で、そうなんだ。壁にこうやって箱が並んでいるものもありますし、床の上に箱がポンポンポンといくつも置いてあるのもあります。で、重要な点はこのジャットの作品はこの箱自体の存在も重要なんですけれども、その間にある空間も含めてのアート作品であるというところが覚えておいていただきたい点になります。あとはこの真ん中にあるカール・アンドレの作品は、5番の名状のアルミを引いた作品なんですけれども、これも特段意味とかはなくて純粋にちょっと色が違うアルミの板が引いてあって、で鑑賞者はその上を歩いて、空間と作品と自分との関係を考えるみたいな、それ以上求めないみたいな。比較ばっかりしてあれですけど、この前ちょっと原美術館でちょっと仕事をしたんですけど、あそこの庭園にリ・ウンファンさんの何でしたっけ、なんとかこうっていう、ここに今出てます。なんとかこう、これ。それをずっとテーマにしてリーさんはやってらっしゃると思うんですけど、彼の場合はそこにあったのは石がこうボン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 って置いてあって、それでもうこれみたいな、あとはなんか鉄板だったかな、なんかそこ真ん中に置いてあって、そうで、なんかこう僕がそれを見ていると、分かんないです、いわゆる日本国外の方もいろんな方々が見ても思うのかも分かんないですけど、何かのやっぱり記憶に見えてくるっていうか、その庭園の中に石が置いてあって、でそれ以外は何にもないけどそれには何かがあるんだみたいな感じで置かれていった時に、
どこかの時代の遺跡なのかなとか、なんかそうこの配列に対しての意味とかすごくそういうことをすごく感じてしまうんですけど、例えばこういうその配置とか、まあね、鉄板っていうかアルミニウムか、をこうボンって置いているっていうことによってこう何を近くするってこう考えるんですかね、これは。そうですね、ミニマルアートで言われているのは空間との関係性、空間を認知させるためにむしろ作品はあるというような話もあったりします。ですね、例えばこのダン・フレイビンの蛍光灯の作品も、蛍光灯の作品自体が重要なのではなくて、ここから発せられる光が空間に広がって、その広がりを見て人は空間を再認識するという、その空間の認知をさせるということがミニマルアートでは重要な。なるほど。まあだからこのこの配置とか配列とか色彩とかっていう細かなことに何か意味は持たせて、本当に持たせていないみたいなこと、美しさだけを求めて最小限にコンテクストもないみたいな。ないです。なるほど。これは行き着く先っていうのはもう本当これもう突き当たりみたいな感じですか、ある種。ある意味ミニマリズムとしては本当にこのジャットの箱みたいなのが一番最終の突き当たりなんですけれども、このミニマリズムがどうなっていったかっていう話があります。ミニマルといってもそこから実は発展していまして、すごく良いご指摘なんですけれども、このミニマリズム自体は1960年代のアメリカを中心に起こった動きです。ただですね、そこ以降1960年代末から現在に至るまで、このポストミニマリズム、ネオミニマリズムとも言いますけれども、この動きは続いていて、アートだけでなくデザインとか建築の分野でミニマリズムの応用によって多くの制作が未だに行われている。そうですよね。デザイン建築なんかは親和性高そうですもんね。でもミニマリズムってその日本でもね、そのいわゆる見立てっていうか、お茶の世界と、そういうどの世界にも結構いっぱいある、枯山水とかもそうかもしれないですけど、なんかミニマリズムっていう考え方が結構その日本はなんかつながりやすいみたいな、そういうのも考え方としてありますよね。本当に日本はミニマルな良い作品というか建築だったりデザインだったり、そもそも持ってるなんかポテンシャルがある。そうですよね。心のなんで親和性が大きいんだとあるかもしれないですね。なるほど。というところで今回の講座は以上となります。勉強になりました。はい、ありがとうございます。はい。この講座では皆さんに取り上げてほしいテーマを募集しております。ぜひコメント欄や番組公式ツイッターに、コメントをお寄せください。はい、本日は以上となります。ありがとうございました。ありがとうございます。